からちょっと気になる話が多いのだ。まず最初は雨が追いうちになりそうな地震のニュースなのだ。被災したところに雨が重なるのきついわね。避難してる人のことを考えると落ち着かないわ。ほんとだよね。最初から重めじゃん。じゃあ最初の話行こっか。ずんだもん先輩、肩の力ちょい抜いて。被害が大きかったのは山の斜面と海の近くに囲まれた地区なのだ。雨が続くと地面も建物もさらに危ないのだ。地形まで厳しいのね。逃げる場所も限られそうで余計に心配だわ。斜面と海の間ってちょっとした坂道でも怖いのに、そこに大雨はやばいよね。国連も土砂災害とか建物の倒壊が増えるって見ていて避難所を急いでるのだ。避難所ってただ空いていればいいわけじゃないものね。水や寝る場所も必要だし、体育館に人が集まるだけでも大変なのに、長くいる前提だと準備が全然違うじゃん。しかも被害を受けた建物は国全体でおよそ58,870棟と見られているのだ。数字が大きすぎてもう想像が追いつかないわ。町一つどころじゃない感じね。空から見ると赤く広がってたって話も被害の広さが一発でわかるやつじゃん。倒壊した建物には集合住宅や別荘も多かったから、住んでいた人の無事確認が本当に大事なのだ。高い建物が多いと瓦礫の下を探すのも時間がかかるわよね。こういう時まず何を確保したら安心するじゃん。アーシは水と雨をしのげる場所だと思うな。それが一番切実なのだ。次は南米と日本の貿易の話に移るのだ。次は南米のメルコスールと日本の話なのだ。名前だけで少し強そうね。何をする組織なのかしら。メルコスールってブラジルとかが入ってる南米の関税同盟だよね。みんなで外との取引をまとめやすくする感じじゃん。今回は日本と EPA の交渉を始めるって発表したのだ。 EPA って関税を下げたりして物を売り買いしやすくする約束みたいなものね。つまりお互いに売りやすくするルール作りってことじゃん。メルコスール側は牛肉や鶏肉みたいな農畜産物をもっと日本に売りたい考えなのだ。ブラジルは牛肉と鶏肉が特に大きいのよね。輸出先が増えればそりゃ力を入れるわ。日本からすると自動車や部品を売る相手が増えるのは嬉しいかもじゃん。それに重要鉱物や原油の調達先を広げたい狙いもあるのだ。資源は一箇所に頼ると怖いものね。私そういうのは分けてほしいはよ。それってプリントを1枚しか配らない先生みたいなもんだよね。みんな困るやつ。その例えはちょっと雑だけど言いたいことはわかるわ。でも日本では安い食肉や砂糖が増えると国内農業への影響が心配されているのだ。安くて助かる人はいるけど作る側はしんどいわね。そこは難しいところよ。みんななら安さと国内農業の両方を見てどう考えるじゃん。アーシは簡単じゃないって思うよ。交渉が始まるだけでも先のルールがどうなるか気になるのだ。ほんと関税の下がり方次第で暮らしの値段にも響くかもしれないわ。次はニューヨークの株がまた動いた話なのだ。株って聞くだけでアーシにはちょい遠いけど動きがあるとニュースでよく見るやつじゃん。ダウ平均株価はアメリカの大きな会社の株の値動きをまとめてみる目安みたいなものね。そのダウが最高値を更新したのだ。しかも2日連続なのね。市場の空気かなり前向きだわ。 AI の需要が広がるってことで半導体とか大手 IT に買いが詰まったよね。ナスダックも上がって26,000台を回復したのだ。ハイテク寄りの指数が戻ると景気への期待も一緒に乗ってる感じがするわ。 AI の話が出ると株が反応するって今っぽいよね。アメリカの求人件数が予想より多くて雇用が回復してる見方も広がったのだ。雇用がしっかりしてると買いに動きやすいのね。そこはわかりやすいわ。でも2日に雇用統計が出るならそこ次第でまた空気変わりそうじゃん。そうなのだ。数字が良ければ安心、ずれればまた見方が変わるのだ。株ってほんと期待と不安の綱引きね。アーシ的には
AI と雇用の両方が材料になるってところが今っぽくて面白いな。次の発表でまた動きそうなのだ。ちょっと一息で、ベネズエラの小話を一つ。あの国は南米の北側にあって、北はカリブ海に面しているの。海の方に開いてる国なのだ。だからニュースでもカリブ海沿いって出てきたのがつながるのだ。そうなの。しかもベネズエラは、世界最大の石油埋蔵国と言われているのよ。そんなに資源があるのに、地名を聞くとまず地震の話が出てくるのが少し切ないわね。資源の多さと、暮らしの安定は別の話になりやすいのよね。国の姿って一つじゃないの。地理を知ると、ニュースの見え方もちょっと変わるじゃん。場所や資源まで見ておくと、記載や経済の話がつながって見えるわ。今日は雨の心配から貿易、株まで流れがかなり違ったのだ。気になった話があったらコメントで教えて。概要欄にリンクもあるから見てみてね。私は、関税の話が暮らしにどう来るかが引っかかったわ。次回も一緒に見てほしいのだ。またなのだ。